皆さん、こんにちは。ウキウキジャパニーズポッドキャストのお時間です。このチャンネルは日本人の私が日本語学習者の皆さんに向けてわかりやすい日本語でお話をするポッドキャストです。はい、皆さん、お元気ですか？今日の朝は気分よく起きることができましたか？私はね、朝の過ごし方で一日、少なくとも午前の気分って変わるなっていうふうに思うんですよね。だから朝の過ごし方って本当に大切だなっていうふうに思うんですよ。で、今日はですね、私がいい朝を過ごすためにやらないことを5つご紹介しようと思います。いい朝を過ごすためにあえてやらないことです。皆さんはいい一日をスタートするためにやっていることやしていないこと、あえてしないようにしていることってありますか？今回は私のお話をご紹介しようと思います。もしかしたら私と同じように意識をしている人もいるかもしれないし、逆にね、何も意識していないけど、毎日すごくいい朝を迎えているよっていう人もいるかもしれないですね。今回は私がいい朝の時間を過ごすためにあえてやらないことをご紹介するので、素敵な朝を過ごしたいな、いい一日をスタートさせたいなって思っている人は、ぜひ最後まで聞いてもらえると嬉しいです。もしね、皆さんにもいい朝を迎えるために、あえてやっていないこと、あるいはやっていることがあれば、コメントで教えてもらえたら嬉しいです。もしいいアイディアがあったら、私もね、それをやってみたいと思います。チャンネル登録といいねボタンで応援をお願いします。コメントも待ってます。はい。ということで、私が朝にしないこと。一つ目は、目覚まし時計のスヌーズ機能を使うことです。スヌーズ機能ってわかりますか？目覚まし時計がね、朝何回か繰り返し鳴るっていう、そういう機能ですね。私はね、結構朝ね、すんなり起きられないタイプだったんですね。だから、結構ね、スヌーズ機能を使って何度も目覚まし時計を止めて、あとちょっと寝たいよ、あとちょっと寝たいよってやってました。でもね、スヌーズ機能って二度寝をね、前提にするものですよね。で、二度寝をした時なんですけど、起きた時にぼーっとしませんか？どうやら二度寝って良くないことみたいで、二度寝をするからこそ起きた後にぼーっとしちゃったりとか、もう夜にね、寝つきが悪くなってしまったりとかするらしいんですよ。っていうのも、二度寝の時の睡眠って浅い眠りになりやすいんですよね。だから実は疲れがあんまり取れないらしいんですよ。だから二度寝って実はあんまり意味がないらしいんですね。二度寝をするくらいならしっかりと睡眠時間をとって睡眠サイクルを作る。決まった時間に寝て決まった時間に起きるっていう風にした方がいいらしいです。もちろん仕事の都合上ね、それが難しい人もいるとは思うんですけど、できるだけ睡眠時間は毎日何時間って決めてしっかり寝ること、で二度寝をしないでスパッと起きること、スヌーズ機能を使わずに一度で起きること、それをね心がけた方がいいみたいですよ。なので私は最近ね、もう頑張ってそれをやっています。毎日同じ時間に寝て、毎日同じ時間に起きる。でもね、それをやっていると、確かに朝ね、スヌーズ機能を使わずに一発でね、起きられるようになってきたんですよね。そうすると、やっぱり頭もすごくスッキリするし、ぼーっとしにくくて、すごくいいです。でも朝の布団の中ってすごく気持ちよくないですか？私は夜よりも朝の布団の中の方がなんかね、幸福度が高いというか、幸せだなって思っちゃうから、二度寝しやすかったんですよね。でもね、なんかどうやら二度寝が良くないみたいなので、最近は夜にね、ちょっと長めに布団の中でぬくぬくするようにしてます。はい。で、二つ目は、だらだらとスマホを見るです。
朝って脳にとってね、ゴールデンタイムらしいんですね。だからその朝の時間にどうやって頭を使うかによって一日に対する自分の考え方というか態度が変わるらしいんですよ。だからこのね、朝の時間に SNS をこうやってね、見てしまうと、どうやらね、受け身の状態になってしまうらしいんですね。SNS って受け身で見れる媒体じゃないですか。見てればずっと情報が勝手に流れてきて、情報を見てるだけでいいっていう、それが SNS だと思うんですけど、そうやってしまうとね、頭がやっぱり受け身になってしまうから、もっと SNS が見たいって思っちゃうみたいなんですよね。だから、その後に自分から何かを生み出そうとしにくくなる。頑張ろうっていう気持ちが落ちてしまうらしいんですよ。だから生産性が下がってしまう。いやね、でも SNS って二度寝をしないためにも私は結構見てたりしたんですよ。やっぱりスマホの画面を見てると目が冴えてくるので、朝起きるためにスマホを開いて SNS をチェックする、っていうことを結構しがちだったんですが、これはね、やっぱり朝の過ごし方としては良くないみたいなので、最近考えているのは、目覚まし時計をスマホじゃなくてちゃんと時計にしようかなって実は考えてます。私は今スマホをね、目覚まし時計として使ってるんですけど、それだとね、やっぱりスマホを見ちゃうんですよね。で、スマホの通知とかも気になっちゃうし、やっぱり朝からスマホ脳になりやすいんじゃないかなっていうふうに思ってるので、朝はもう時計にしようかななんて思っています。でもね、例えば朝から本を読むとかみたいな自分を頑張ろうっていう気にさせるようなことをするのは逆にね、いいことらしくって、なのでね、私自身はできるだけSNS をスクロールするんじゃなくて、ポッドキャストを聞いたりとか、そういうことに活用してます。私スペイン語をね、勉強したいなっていうふうに思っていて、ちょっとだけね、やったりしてるんですけど、朝からポッドキャストでスペイン語を聞くとか、そういうことをすると結構テンションが上がったりとかするので、そういうことはね、してます。でも、やっぱりその目的を持たずにダラダラしてしまうっていうのは良くないのかなっていうふうに私も思うので、気をつけるようにはしています。はい。で、三つ目は、起きてすぐに水を飲むです。はい。寝ている時ってすごく実は汗をかいてるらしいんですね。だから朝起きたらコップ一杯分の水を飲んだ方がいいよっていう風に聞いたんですけど、でも朝起きてすぐには飲まないこと。なぜなら朝起きてすぐの口の中って細菌がね、すごく繁殖してるらしいんですね。だから朝ね、口をゆすがずに水を飲んでしまうと、その細菌が体内に入ってきてしまいますよね。だから風邪をひきやすいとか、そういうふうに聞きました。なので朝起きたらまず水を飲むより先に口の中をゆすいでうがいをして、で、それから水を飲むようにしています。はい。とはいえね、私水を飲むのが大好きというか、水が大好きなので忘れてね、よく飲んじゃうんですけど、できるだけね、朝はまずは口をゆすいでうがいをするっていうことを徹底しています。はい。で、四つ目はネガティブなニュースを見ること。朝のそのムード、自分の気分っていうのはもう一日を左右するくらい大切っていうふうに言われているみたいで、朝からネガティブなニュースを見てしまうと、もう一日中ネガティブなやっぱり感情になりやすいっていうふうに聞きました。だから朝の時間はなるべくニュースはつけないようにしています。で、さっきもね、お伝えしたんですけど、朝からそのいらない情報が入ってきやすい SNS っていうのはできるだけ開かないようにしています。SNS ってやっぱり自分がね、知りたくない情報とかっていうのも一方的に流れてくるように作られていると思うんですね。だからこそ、もうずっと見ていられるというか、
依存しやすい媒体だと思うんですけど、本当は見たくないのに流れてくると目に留まってしまうんですよね。それってテレビのニュースも同じだと思っていて、世界中のね、悲しいニュースとかっていうのは知っておいた方がいいかもしれないけど、朝じゃないかなと。朝は自分の気持ちをネガティブにしてしまうようなニュースっていうものをできるだけ見ないようにしています。で、5つ目。5つ目は、部屋に引きこもることです。朝にね、太陽の光を浴びないと、ネガティブになりやすいって言われているのを知っていますか？逆にね、太陽の光を浴びると、セロトニンって呼ばれる幸せホルモンが出るらしいんですよ。だから朝に浴びたら、朝からハッピーになりやすい、らしいんですね。朝の太陽の光を浴びるだけでハッピーになれるってすごいことじゃないですか？すごくね、お手軽でいいですよね。何も買う必要ないんですよ。外に出れば幸せになることができるんですよ。いや、これはやりますよね。という感じで、私は、だから朝部屋に引きこもらずに起きてできるだけすぐに朝のね、太陽の光をできるだけ浴びるようにし始めました。こうするとね、体内時計もリセットされるらしいんですね。だから夜もすんなり眠れるようになりやすいし、もう幸せになれるしで、本当にいいことばっかりだなっていうふうに私は思いました。これはね、私も実は最近始めたことなんですけど、本当にいいと思います。ネガティブな気持ちになった時も、いけないいけないって言って、外にね、散歩をしに行ったりもするようにしていて、そうするとやっぱり気持ちがね、晴れるんですよね。晴れている日は特にもう心も晴れやすいです。もう全部、まあいっかっていう風に考えられるようになりやすいなって私は思います。すごくおすすめですね。だから私には結構合っている方法かなという風に思います。私自身はね、家で仕事をしているので、意識的にね、外に出ようとしないと、一日中ね、太陽の光を浴びないことって結構あるんですよ。だから、もうね、自分の一日のルーティーンの中に入れようと思って、朝は起きてから顔を洗って、そしたらもうなるべくすぐに外に散歩に出かけるようにしています。本当にね、このルーティーンはこの夏から始めたんですけど、もしかしたら本当にこれのおかげで今年の夏は結構ポジティブで心に余裕を持てているのかもしれないです。もちろんね、合う合わないがあると思うので、皆さんにおすすめするわけじゃないんですけど、私は朝はね、できるだけ部屋に引きこもらずに一度は外に出るようにしています。ということで今回の動画では私が朝にやらないことを5つご紹介しました。どの方法もね、私自身が一応気をつけていること。もちろんね、毎日毎日これが完璧にできるわけじゃないんですけど、逆にね、こうやって動画でお話をすることで自分自身も、そうだそうだ。これはやらないようにしてるんだったとか、もっとこういう風に朝を過ごしたいんだったっていう風に思い出せるかなと思ったので、皆さんにも動画でお話をすることにしました。皆さんどう思いましたか？ぜひね、共感してもらえる部分とか、共感できない部分とかあったらコメントで教えてください。で、今回の動画の関連として、次回の動画では、ネガティブにならないために私がしていることをご紹介しようと思います。こういうね、マインドセットとか、そういうお話が好きな人は、ぜひチャンネル登録といいねボタンを押して、次の動画もね、待っていてもらえると嬉しいです。お気軽にコメントも待ってます。ということで、最後まで見てくれてありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。またねー。